そしていてててててていててててて今日の動画はハイブローテーション、巣箱の上下の入れ替えの動画です。どうしてそういうことをする必要があるのか、そしてそれをすることの効果、目的についてお話ししたいと思います。では行ってみましょう。こちらの巣箱は上下2段のまま越冬しました。通常1段にして余分な巣枠は抜いて、そして越冬するんですが、その手間を省くとどうなるのかというのは今年初めての実験でやってみたところ、無事越冬しましたし、行ったら一番これが調子がいいというか勢いがある群れになったので、1段にする必要は特になかったのかなというふうに今のところ考えてます。で、上下を入れ替える理由なんですけれども、冬の間ミツバチっていうのは熱効率を考える昆虫ですから、熱が一番溜まりやすい上の箱にギュッと固まって越冬しています。なので今春になりましたが、上の箱の中で子育てをしています。で、将来的に子育てをするブルードボックスというんですけど、ブルードボックスを1階に変えたいものですから、上の巣箱に入っている巣枠全てを下の巣箱に入れ替えて、下の巣箱に入っている今のところほぼ空の巣枠を上に入れ替える、そういうことをします。そしてここに角黄板というこういう女王蜂が通れない板を入れて、1階部分だけでミツバチたちが子育てをして、2階の部分に蜂蜜だけを貯めてくれるように、そういう目的で作業をしていきます。巣箱を入れ替えるにあたって箱が必要なもんですから、今日は新しい巣箱を持ってきて、ついでに新しい巣箱に入れ替えて、この巣箱は洗浄、乾燥、それから塗装をして、また別の群れに使おうと思います。では行ってみましょう。元気そうじゃん。上の段から巣枠を抜いて、こちらの新しい箱に今移動しています。雨上がりには花からたくさん水分あるいは蜜が出ているので、ミツバチたちもご機嫌ですね。ただちょっと風が強いんで刺されないといいな。ごめんよ。巣枠でね、ミツバチを潰さないようにしないといけないんで。ごめんね、もうすぐ終わるからね。こちらはほとんど蜜ですね。蜜の入った枠は一番外にします。この蓋のかかった部分は蜂蜜なんですけど、ミツバチってあんまり蓋がかかっている蜜を食べない傾向があるので、このように蜜蓋に傷をつけて蜜を食べてもらうように促します。で、この蜜を食べるついでにミツバチって蜜を移動するんですよ。どこに移動するかというと、上ですね。上の段ですね。2段目に蜜を貯めて、1階部分で子育てをする。なのでこうやって蜜蓋に傷をつけておくことによって、下の蜜を消費あるいは移動して、この蜜がなくなった部分に女王蜂が卵を産んで、じゃんじゃん働き蜂が増えていくと。さて今この2階部分にあった巣枠を全てこちらに移したので、これはもう不要になりました。そしてこれを丸ごと動かして、これを1階部分にします。ご覧のように底板はクズなどで汚れているので、この機械に全て新しいのに変えていきます。よっこいしょと。こちらが古い底板です。このクズはですね、蜜蓋なんかのクズですね。蜜蓋っていうのは越冬用の貯蜜にかけられている蜜蝋でできた蓋なんですけど、それをかじって中の蜂蜜を食べるので、なのでかじったクズがこうやってそこに溜まるんですね。で、この巣くずなんですけど、ニホンミツバチと一緒で巣虫の巣窟になるんです。巣虫っていうのはガの幼虫なんですけど、ガの幼虫がここに卵を産んで繁殖するので、巣くずはあんまり溜めない方がいいです。で、その対策として僕は通常巣箱ってこの底板とブルードボックスがくっついてるんですけど、下から釘を打って、僕はいつでも巣箱の底を簡単に掃除できるように、ここは
固定していません。そうすると底板を簡単に掃除できるんですよね。さあ、新しい本拠地は1階だよ。頑張ってじゃんじゃん子育てしてね。じゃあ継ぎ箱を乗せようと思いますの前に角合板だ。この角合板は女王蜂が通れない隙間になっていて、女王蜂をこの角合板で1階に閉じ込めることでブルードボックス、つまり育児専用の箱とハニースーパー、貯蜜専用の箱に完全に分けるという、そういう飼育法です。角合板を使わない方もたくさんいるんですけど、角合板を使った方がよりピュアな蜂蜜が取れるので、僕は角合板を使うようにしています。角合板についてはまたちょっと詳しくいつかお話しますね。で、角合板なんですけど、ここのプロポリスや蜜蝋、継ぎ箱側ですねをきれいにしておくと、継ぎ箱を下ろすときに、継ぎ箱にここがべっちょりくっついて、この角合板ごと継ぎ箱がガバって上がって、それがボトンと落ちてパニック、ミツバチたちがパニックになることを防げるので、ここの枠は僕はいつもきれいにするようにしています。逆にこの下側はプロポリスでがっつりくっついていた方が都合がいいので、下はあまり掃除しません。で、ここに継ぎ箱を乗せます。継ぎ箱を乗せたので、先ほど1階にあった巣枠ですね、これを移動していきます。全然空っぽ。これからここに蜜が溜まっていくんですよね。貯蜜専用の箱、ハニースーパーというんですが、ハニースーパーには10枚入る箱なんですけど、僕は上には9枚しか入れません。2、4、6、もう1枚、これで9枚かな。その理由なんですが、巣枠同士の隙間を1階に比べて少し開けてあるんですよね。そうすることによってミツバチがちょっともりっと巣を分厚く作って、たくさんの蜂蜜を貯めてくれるようになります。別にもちろん10枚ギチギチに入れてもいいんですけど、僕の採蜜の時に使う何ですかあれ、遠心分離機が3枚掛けなもんですから、3の倍数の方が作業効率が、シンプルというかなんですよね。なので僕は上に9枚を入れて分厚く持ってもらうようにします。よし、これでミツバチたちが蜂蜜をガンガン集める準備が整いました。1階の部分ではじゃんじゃん子育てをして、2階の部分に蜂蜜を貯めてもらう、そういう算段ですね。花粉入れとくか。ちょっと花粉も追加しておきます。この花粉も気温が低いとカッチカチで切るのも大変だったんですけど、今日は気温が12、13度あるんで柔らかく切りやすいです。花粉は子育てにじゃんじゃん消費されるので、この時期はちょっと飽和状態になるぐらい花粉を入れていて問題ないと考えています。よし、じゃあ頑張ってね。もうすぐ桜の花が咲くよ。これ新しく導入した識別タグです。牛のイヤータグですね。牛の耳につけるやつ、あれを大量に買って巣箱に名前をつけたりしてたんですけど、それを考えるのにも結構時間がかかるので、単純に番号で識別するようにします。ということで今日はハイブローテーションの動画でした。作業しながらであんまりしっかり喋れなかったんですけど、要するに上で子育てしていたのを下に子育てするようにしてもらって、女王蜂を角合板で閉じ込めて、ここに蜜を貯めてもらうという準備をしました。最初の流蜜ですね。流れる蜜と書いて、花の蜜がたくさん出ることを流蜜というんですけれども、その流蜜の時期に向けての準備動画でした。ハイブローテーションする人多分あんまりいないと思います。なぜなら巣箱を2段で、2段のまま越冬する人ってあんまりいないと思うので、もし2段のまま越冬することがあれば、このようにハイブローテーションする必要が必ずあります。じゃないといつまでも上で子育てをして、ここがあまり活用されないという、スペースの無駄遣いになってしまうので、なるべくミツバチたちに効率的に子育てと貯蜜をしてもらうためのハイブローテーション動画でした。参考になりましたでしょうか。それでは今日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。TJ ヨホギでした。